日の満ちる時、死に影生まれいずる。影は神羅万象の姿見なり、姿見は我が身に鞭打ち、これを研磨し思考して無類のセバールとなれり。セバール曰く、我が一撃は無敵なり。世の者どもかのセバールをたたえて曰く、そは比類なき栄誉と恐怖を司る者と。邪魔立てするなどが。許すわけにはいかん。己の私利私欲のための復讐など。貴様、自分がしでかそうとしていることが分かっているのか。ルイフラスニールが負に問う、そは何ぞ。我は氷雪、白き氷雪、氷の帳となりて全てを凍結させるものなり。復讐は果たされなくてはならん。死んでいった我が師オキトクリンスの名誉のために。名誉だと腹黒い貴様が何を言う。黙れ。たとえ黒であろうと私の力で染め直してやる、この美しき白の色に。ダメよ。これからセバールとして公の場に出ることも増えるんだから、ちゃんとした服の一つや二つ持ってないと。うっせえな。セバールにはこの鎧があれば十分だ。いつも稼いだお金がお酒に化けちゃって、服なんかまともに買ったことないんでしょ。悪いか。私が見立ててあげるんだから、おとなしくしてなさい。チェ、本当に仲がいいのね。実の兄弟みたい。今はね。いつだったかな、
エレネーが酔っ払ってしつこく絡むもんだからさ、フォーリー切れちゃって、呪符は飛び交うわ、英義は出るわでもう大変だったんだから。へえ、どっちが強いのかしら。怖いこと言うな。ねえ、どっちだと思う？そんなことを考えたこともないけど、本気で戦えばきっと2人ともただじゃ済まないよ。これなんかどうだい？タルパの青ね。タルパ知らないの？タルパ村で作ってる有名な染め物よ。これが最後の一旦だ。買っておきなよ。あら、商売がお上手ね。本当だってば、タルパ村は全滅しちゃったんだよ。冬でもねえのに氷に覆われてな。氷？つい1日2日前のことらしいがな。恐ろしいこともあるもんさ。エレネー、季節外れの氷。しかも村を丸ごと氷漬けにしちまうほどの力を持っているのは奴しかいない。もらった。飛んだ。あたいの隙をつこうなんざ100万年早えんだよ。でも変だよ。稽古の最中に考え事なんてエレネーらしくないよ。やっぱり変だよ。市場で村が全滅した話を聞いた時から。あたいだって考え事ぐらいするさ。エレネー、セバールにはな、どうしても戦わなきゃならない時がある。どんな結果が待っていようと、そいつは避けて通れない。誰と戦うの？あたいの人生で最強の敵さ。エレネー、エレネー、どこ行っちゃったんだ？ガウ？あ、キヨか。フォーリーさんがいないの。エレネーもだよ。もしかして一緒に？まさかエレネーが言ってた最強の敵って村を氷漬けにしたやつ？ガー君。どうしてもやるのか。どっちかが命を落とすことになるぜ。シャドウスキル、そしてフォーリンクマイヤーブラズマタイザー。もう一つの名前で呼んだ方がよろしいかな？フィアールかな？ルイ・フラスニール、やはりお前が監視人か。監視人が現れたとなるとやるしかないな。もはやあんたに恨みつらみはないけれど、これも水霊夢の掟。死んでもらいます。我が熱き血潮、クルダのひなり、その赤き血流れる限り我は戦う。第59代セバールシャドウスキルの名のもとに。ガウ
でも溶けない氷？僕も今初めて氷を怖いって感じた。始まってる。あ、待って。どうしてエレネーとフォーリーが戦ってるんだ？邪魔するな。これは復讐なのだ。何人たりとも邪魔はできない。復讐？どういうことだ？どうしてエレネーとフォーリーが戦わなきゃなんないの？なんで？邪魔すんじゃねえガウ。これは避けては通れぬ戦いなのよ。なるほど、シャドウスキルの弟子か。ならば教えてやろう。私はルイ・フラスニール、呪符魔術師協会から送られた監視人。フォーリーの復讐を見届けに来た。復讐？そこにいるシャドウスキルはフォーリーの父よ、師匠を殺したのだ。なんだって？シャドウスキル。はい、オキトプリンス様はシャドウスキルの手にかかり、あえなく最後を。父上は、師匠は水霊夢として気高く戦いましたか？それが羅刹。はい、シャドウスキルめは師匠の手足をへし折り喉を潰し、呪符を使えなくした上で息が絶えるまでなぶり者に。許さない。シャドウスキル、我が死の胸必ず話してくれる。嘘だ！エレネーがそんなひどいことするはずがない。事実だ。聞けばセバールとは己の師匠を倒すことから始まるそうだな。すなわちセバールとは戦いの中でしか生きられない羅刹。我らが師匠を殺したとて何の不思議があろうか。死を殺された水霊夢はその名を変えて仇を討つ。それが水霊夢の掟。フィア・アルカナはかつて我らが仇シャドウスキルを打ち損じた。大アルカナ、そんなもん使ったら自分だって元より覚悟の上。モーリンクマイヤーブラズマタイザーがフニと発動する前に潰す。そうはなんぞ。何？我は大気白き霞のごとくあたりを満たし。父上。僕には信じられない。フォーリーはエレネーと本当の兄弟みたいに親しくしてたのに、まだ信じてるの？フォーリー、エレネーが殺したって。ずっと結論を先送りにしていたのよ。エレが私の本当の仇かどうか。そう、私が力を使い果たして炎の中で死を覚悟していた時から。こんな最後を迎えるなんて因果応報か。でもいい、私の憎しみもこの炎の中で消える。お父様、今行きます。シャドウスキル。なぜ？しっかり捕まってろ。落ちたら死ぬぞ。わからない。なぜ助ける？あなたの命を狙っていた私を。知るが、助けちまったもんは仕方ないだろう。騙されるものかと思った。情けをかけて罪を償おうとしているのなら大間違いだと。私はエレの周りを影のようにつきまとった。
エレの正体を見極めるために。うまそうだな。その澄んだ瞳が偽りのものであればすぐにでも殺すつもりだった。けれど憎しみが行き怒りが去り悲しみが過ぎる頃には次第に疑問が生まれるようになった。カバーこの人が本当に私の仇なんだろうかって、自分の欲望に任せて人を殺めたりする人なんだろうかって。情でも湧いたというのか。しかし事実は消えることはない。オキト・クリンスがシャドウスキルによって殺された事実は、何より無実潔白ならなぜシャドウスキルは弁明せぬ。目して語らずは己が罪を認めていることに他ならぬではないか。戦えフィア・アルカナよ、恐怖の呪符の名に恥じぬ戦いを監視人たるこの私に見せろ。フォーリンクマイヤーブラズマタイザーが負に問う。我は無敵なり。全てをなぎ倒し完膚なきまでに。我が影技にかなうものなし。我が一撃は無敵なり。切り裂くものなり。クルダ流高速砲。当たり。キヨ、その人は？私は呪符魔術師協会から使わされた真の監視人ドガ。ここまでだな、ルイ・フラスニール。真の？じゃあルイ・フラスニールは？ドガさん。協会からの伝令。フォーリンクマイヤーよ、お前の師匠を殺めたのはシャドウスキルではない。そこにいるルイ・フラスニールだ。本当なのルイ？確かにお前の師匠はシャドウスキルと最後まで気高く戦った。しかし戦いに敗れ傷ついた彼にとどめを刺したのは奴だ。死に損ないが。動けない。あなた師匠の時もこんな風に。だとしたらどうだというのだ。セバールと死闘を繰り広げた貴様に私に抗うだけの力は残されていまい。あなたって人、師匠を愛する心をもてあそび自分の名を上げるために利用するなんて許さない。これでオキト・クリンスの跡継ぎとなるのはこの私だけとなる。私は流派の最高位となるのだ。お父様、諦めるなフォーリー。私が悪いの。起きてなんかにとらわれないで仲間を、エレを信じていれば。フォーリー、しっかりおし。私やっぱり心のどこかでエレを信じきれていなかったのかもしれない。お前はエレが嫌いか？だったら大丈夫、まだ間に合う。言っておやり。お前の仲間のところへ。今の自分の気持ちを信じて。父上。逃れられるものか。死ね。フォーリンクマイヤーブラズマタイザー、死の敵。フォーリンクマイヤーブラズマタイザーが負に問う。そは何ぞ。我は炎、熱き烈火となりて気候の敵を焼き尽くすものなり。
ルイ・フラスニール、水霊夢の掟を覚えていて。死を殺された者は仇を討たなければならない。失敗すれば死あるのみ。バカ。私の城が何者にも染まらぬ美しい私の城か。そっちはどうだ。ああ、大丈夫だよ。一つ聞いてもいい？ああ、どうして本当のことを教えてくれなかったの？師匠を失った悲しみを持つ者にどんなに説明してもそれは言い訳にしか聞こえないだろう。初めて会った時、お前は憎しみの虜になっていた。誰かを恨まずには生きていけない時だってある。あたいら傭兵なんて人の恨みを買う仕事だからな。甘んじて受けるようにできてんのさ。怒りも悲しみも。ありがとう。エレさんとフォーリーさんって本当に仲がいいんですね。ああ、本当の兄弟みたいにね。ガウ、お前さ、セバール像のモデルよ。あたいと変わってくんねえか。あのね、セバールはエレネーでしょうが、僕の彫像立ててどうすんのそうさ。やって目三角にして怒んなよ。もう体は痛えしめまいはするし、とてもじゃねえが身が持たねエレネ出発だよ。ジュリアネスに行って四天三周の儀に参加してこいって。え。なんだ、それ早く言えよ。よし、じゃあすぐに出発だ、ガウ。はいはい、でも帰ってくるまで絶対に演技は使っちゃダメだって。なんだ知るかよ。さあ行っちゃうよ。大丈夫かな。なわけないよな。